夢日記。インド、観光バスでインドまで行く夢を見た。気がつくと自分は待機しているバスに乗り込んでいるところだった。バスの中はまだ人がほとんどいなくて、後ろの方には服を着た50代の女性と、前の方にドレッドヘアなのか、ただ汚いだけなのかよくわからない、不潔な見た目の20代の男がいた。自分は指定されていた運転手の真後ろの列の通路側の席に座ると、徐々に他の参加者も入ってきた。自分の隣には小学生の時の遠足でよく使った通路に倒して使うタイプの臨時の椅子に、身長が2メートルぐらいあって体も筋肉の塊のキャップをかぶった若い男が座った。自分はなんでよりにもよってこんなバカでかい男と隣同士なんだよと萎えていたら、次は20代後半から30代前半のスピリチュアルで稼いでそうな女が弟子を連れて入ってきた。超巨体の男が、すんませんっす、ちょっと俺毒っすね、なんて言って椅子から立ち上がってるやりとりを見てたら、記憶が途切れた。次に気がつくと、すでにインドにいた。全くインドの地理を知らないので、どこだかはわからないが、普通に近代化されてる街で都会だった。インドの歩道に一人残されてしまったので、行くあてもなく一人でスーツケースを引いて歩いていると、いつの間にか日本人がインドで経営しているバー兼レストランにいた。同じバスに乗っていたらしき男なのか女なのかわからない人が隣に座っていて、その人はすでに何回かインドに来ているらしく、私いつもインドに来るとここでなんとかを注文するのよと言いながら、白いパンにいろいろ挟んであるサンドイッチを頬張っていた。店長は見た目は30代前半でストレートの銀髪が肩ぐらいまである男性で、白いローブのようなものを着て料理を作ったり接客をしていた。自分は意識が朦朧としているので、ぼーっとしながら話を聞いていたら、いつの間にか夜が更け始めたインドの住宅街を一人で歩いていた。泊まる場所もなければお金もないので、どこかに泊めてもらいたいが、日本ですら他人の家に泊めてもらうなんてほぼ不可能なのに、それをインドでできるとはとても思えなかった。とりあえず2軒の裕福そうな家に目星をつけて、どう言えば怪しまれずに泊めてもらえるだろうかと考えながら、何回も行ったり来たりしていたら、一軒の玄関が開いて若い奥さんが出てきて、玄関先で犬を撫で回し始めた。事情を話すなら今だと思い行こうとするが、あと一歩が踏み出せずに、何回か行くぞ、やっぱ無理だを繰り返してたら、奥さんは家の中へ戻ってしまった。自分は仕方がないので野宿しかないかな、ネズミがいっぱいいるななどと思いながら、夜のインドの郊外を歩いていると、なぜか先ほどのバー兼レストランのカウンターに座っていた。店長がうちを使ってくれる分には大歓迎なんでいくらでも使ってくださいよと笑顔で言いながら、白いパンにいろいろ挟んであるサンドイッチを出してくれた。あと、うちは民宿もやってるんで泊まるところなければ泊まってってくださいと言ってくれたので、旅のこういう時の人の優しさってしみるなと思っていたら、記憶がなくなりました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。